開始。穏やかな音楽と赤血球が流れる映像。ナレーター。落ち着いた声。人間の血液はただの液体ではありません。毎秒、何十億もの赤血球が体内を巡り、酸素を運びます。その表面には、私たちの命を守ったり、危険にさらしたりする小さな印があります。これが ABO 血液型システムです。画面転換。カール・ランドスタイナーの写真と1901年の実験室再現。ナレーター。1901年、オーストリアの科学者カール・ランドスタイナーは驚くべき事実を見つけました。別々の人の血液を混ぜると、ある組み合わせは固まり、ある組み合わせはそのままだったのです。彼はこれを、抗原と抗体のぶつかり合いと説明しました。赤血球の表面にある糖タンパク質、抗原と免疫が作る抗体が衝突すると、重い輸血反応が起こります。この発見が現代の輸血の土台となり、1930年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。画面。赤血球表面の A、B、O 抗原構造のアニメ。ナレーター。ABO 血液型は3つの糖化体で決まります。IA は N、アセチルガラクトサミンをつけて A 抗原を作ります。IB はガラクトースをつけて B 抗原を作ります。IO は酵素が働かず、抗原ができません。これらは共有性という遺伝の例です。IA と IB はどちらが強いか争わず、同時に現れます。だから IAIB の遺伝子型は AB 型になり、A と B の両方の抗原を持ちます。一方、IO は劣勢です。IAIO は A 型、IBIO は B 型、IOIO は O 型になります。画面。血液型ごとの抗原と抗体の比較。A 型は赤血球に A 抗原があり、血清中に B に対する抗体があります。B 型は B 抗原があり、A に対する抗体があります。AB 型は A と B の両方の抗原を持ち、抗体はありません。O 型は抗原がなく、A と B の両方に対する抗体を持ちます。この仕組みの面白いところは、逆反応性です。自分の赤血球に A 抗原がないと、体は A に対する抗体を作りません。代わりに B に対する抗体を作ります。体は、自分ではないものを攻撃するからです。画面。O 型は万能度な抗原がないので、誰にでも血液を提供できます。しかし、O 型は A と B の抗体を持つため、A 型や B 型、AB 型の血液を受け取ると致命的な輸血反応が起こります。逆に AB 型は万能レシピエント、抗体がないので、どんな血液でも受け取れますが、自分の血液は他人にとっては危険になることがあります。画面。遺伝計算。両親と子供の血液型予測。ABO の遺伝はメンデルの法則に従います。例えば、A 型、IAIO、の親と O 型、IOIO、の親の子供は、A 型または O 型になります。AB 型と O 型の子供は、A 型または B 型で、AB 型は生まれません。この原理を使って、病院では赤ちゃんの血液型から父母を推測することもあります。AB 型×O 型。子供は A 型または B 型。A 型×O 型。子供は A 型または O 型。A 型×AB 型。子供は A 型、B 型、または AB 型。O 型×O 型。子供は必ず O 型。O 型の赤ちゃんは必ず O 型の親から来ます。一方、A 型の赤ちゃんは A 型、B 型、AB 型、O 型のいずれの親からでも生まれます。遺伝は単純に見えて、裏には複雑な論理が隠れています。画面。世界の血液型分布マップ。AB の比率。ABO 血液型の分布は人種や進化と深く関係しています。東アジアでは B 型が多く、ヨーロッパでは A 型が多いです。
大方は世界で最も一般で、特に先住民やアフリカの集団で高頻度です。なぜでしょうか。一部の研究者は感染症の進化を指摘します。大方はマラリアや天然痘に対して抵抗力が高い可能性があります。逆に A 型は肺炎や胃がんに弱いという報告もあります。AB 型は世界で最も稀で、比較新しく進化した形と考えられています。画面 RH 血液型と ABO の違い比較。ABO だけが全てではありません。RH 血液型システム、特に D 抗原の有無も重要です。RH 陽性、RH たすは D 抗原があり、陰性、RH はありません。世界人口の約 85% が RH 陽性、15% が RH 陰性です。ABO と RH は独立して遺伝します。例えば、A 型 RH 陰性になる確率は、A 型の頻度に RH 陰性の頻度をかけたものです。2つを合わせると、血液型は全部で8通りの組み合わせが可能になります。画面、当転移酵素の分子構造と遺伝子変異、すべての違いは、一つの遺伝子、すなわち I 遺伝子の小さな変異から生まれます。IO 変異は酵素の活性部位を壊し、糖タンパク質を完成させません。その結果、全躯体である H 抗原がそのまま残ります。つまり大方は、抗原がない人、ではなく、抗原を作れない人、なのです。この小さな生化学欠陥が、何千年もの間、人類の生存と輸血のルールを変えてきました。締めくくり。さまざまな人種の手が血液型検査機を持つ C 因 ABO 血液型は単なる医療分類ではありません。遺伝学、免疫学、生化学、進化論が交差する奇跡です。私たちの血液は遺伝という物語を語ります。その中の一粒の糖が誰の命を救い、誰の命を奪うかを決めるのです。血液型は生まれた時から持っている命を守る暗号です。黒背景に白文字、血液は流れるが、血液型は永遠に残る。カール・ランドスタイナー、1901年。音楽が徐々に消えて終わり、この遺伝子の仕組みは、単に一つの型が決まっているわけではありません。特定の型が正解というわけではなく、いろいろな型が共存している状態。多様な状態にあるのが特徴です。この遺伝子の組み合わせによって、私たちの体の中で3つのことが決まります。1つ目は、赤い血球の表面にある目印のような物質、抗原の種類です。2つ目は、血液の中に含まれる抗体です。そして3つ目が、輸血をしたときに、その血が体に合うかどうかということです。ここで、医療におけるとても大切なお話に移りましょう。昔、ランドスタイナーという人がこの仕組みを発見したことで、安全な輸血ができるようになりました。彼は、合わない血液を混ぜると血が固まってしまう反応が起きることを突き止めたのです。例えば、大方の方は血球に目印がないため、誰にでも血液をあげることができる、ユニバーサルドナーと呼ばれます。一方で、AB 型の方は血液の中に相手を攻撃する抗体を持っていないため、誰からでも血液を受け取ることができる、ユニバーサルレシピエントになります。もし合わない血液を輸血してしまうと、血球が塊になって固まります。そうなると臓器がうまく働かなくなり、最悪の場合は死に至ることもある、とても危険な状態になります。そのため、現在の検査室では自動化されたシステムを使って、血液の型や抗体のチェック、そして事前の適合テストなどを厳格に言っています。次に、集団の中での遺伝子の広がりについて考えてみましょう。ハーディ・ワインベルグ平衡という考え方を使うと、ある集団の中でそれぞれの型がどれくらいの割合で現れるかを計算できます。例えば、オーストリアの人たちを調べたとき、A の遺伝子が 20%、B が 15%、O が 65% だったとします。この数字を使って計算式に入れると、理論上の型の割合を出すことができます。ただし、
スペインやロシアのように特定の地域や文化の中で結婚傾向がある場合、計算上の数字と実際の数字にズレが出ることがあります。また、遺伝子を詳しく調べる方法についても触れておきましょう。DNA の配列を直接読み取る方法はとても正確ですが、お金と時間がかかります。そこで、SNP 解析や RFLP といったより効率な方法が使われています。これにより遺伝子の変化を効率よく追いかけることができます。血液型のような遺伝的目印は家族の中でどのように遺伝が受け継がれるか、あるいは病気と関係があるかを調べる研究に役立っています。ここで少し難しい言葉を簡単に説明します。ABO 式血液型は共有性という仕組みの代表例です。これは A と B の両方の遺伝子を持っているとき、どちらか一方が勝ち残るのではなく、両方の特徴が同時に現れることを言います。これとは違うのが不完全優性です。例えば、赤い花と白い花を掛け合わせたとき、どちらか一色になるのではなく、中間のピンク色の花が咲くイメージです。血液型の場合は、中間の色になるのではなく、両方の性質がはっきりと出ます。さらに、この知識は広い分野で使われてきました。例えば、双子が完全に同じ遺伝子を持つかどうかを調べる検査に、血液型が利用されてきました。また、一つの遺伝子が複数の特徴に影響を与えるという考え方や、特定の病気と血液型が一緒に受け継がれる傾向があるかという分析にも役立っています。まとめると、ABO 式血液型は単に輸血のための道具ではありません。複数の遺伝子が関わる仕組みや性質が共存すること、集団の中での遺伝子の動き、そして最新の診断技術まで遺伝学を理解するためのとても大切なモデルなのです。この研究は昔ながらの遺伝の法則と現代のゲノム解析や一人一人に合わせた医療をつなぐ架け橋となっています。最後に、検査の現場についてのお話です。手作業での検査から自動化されたシステムへ移行することで、書き間違いや処理の間違いを減らすことができます。自動化を導入するかどうかを決めるときは、機械の費用やメンテナンス代、検査の量、スタッフの技術、そして法律などのルールや、データの正確さ、システムとの連携など、様々な点を検討することになります。免疫血液学の分野では、手動と自動化の検査方法を比較する議論がよく行われます。手動検査の場合、試薬の取り扱いやインキュベーションの時間管理、結果の解釈など、すべての工程で人間の手が必要です。そのためミスが起こりやすいという課題があります。例えば、ピペット操作の誤りや時間の計り間違い、判定の主観性などが挙げられます。一方、自動化されたシステムでは、これらの工程が機械によって正確に行われるため、人間によるミスを大幅に減らすことができます。ただし、システムの設計や検証が不十分な場合、ソフトウェアのバグや機器のキャリブレーションのズレなど、新たな問題が生じる可能性もあります。また、自動化システムは、追加検査や検査メニューの拡張にも柔軟に対応できるという利点があります。例えば、結果に応じて自動で次の検査を実施するリフレックステストなどが可能です。このセクションでは、手動と自動化の免疫血液学検査を比較し、どちらの方法が優れているのかを考察しています。具体的には、血液型判定、抗体スクリーニング、交差適合試験などの分野で、運用面、臨床面、経済面、品質面などから自動化導入の是非が議論されています。なお、この文書は、神経科学、神経学、精神医学の遺伝学に関するより大きな文書の一部分です。特に、アルツハイマー病に関する内容が多く含まれており、以下のようなテーマが取り上げられています。アルツハイマー病との関連が深い遺伝リスク要因として、アポリポタンパクのエプシロン4が挙げられます。これは19番染色体上に位置する遺伝子で、マーガレット、ペリック・バンスやアレン、ローズズらの研究によって、遅発性アルツハイマー病との関連が明らかになりました。また、
遺伝子研究や連鎖解析の分野では、10番染色体の特定領域との連鎖が報告されています。アポリポタンパクの遺伝子型と血清コレステロール値に関する集団ベースの研究も行われています。さらに、15番染色体上の近傍の1塩基多型が、発症年齢に影響を与えることが明らかになっています。アミロイド病理と分子メカニズムに関しては、レメールらの研究が引用されています。ダウン症候群をモデルとした研究で、アミロイド β とアポリポタンパクの沈着の順序が議論されています。臨床的文脈では、優性遺伝性の認知症に対する遺伝子検査についても触れられています。例えば、ハンチントン病などの遺伝子検査が挙げられます。一方、アポリポタンパクに関しては、診断のためではなくリスク評価のために使用されることが多いです。このセクションでは、神経解剖学、心理評価、進化神経科学、発達神経生物学など、様々な分野が融合しています。具体的には、動脈、動静脈奇形、上行毛様体不活形などの神経解剖学内容や、ロールシャツハテストなどの心理評価、オキシトシンやミラーニューロンなどの進化神経科学内容、神経管や脳胞などの発達神経生物学内容が含まれています。主な引用研究としては、ペリック・バンスらの研究によって19番染色体と遅発性アルツハイマー病との連鎖が初めて報告されました。レメールらの1996年の研究では、アポリポタンパクがアミロイド村と強沈着することが示され、マダラの核形成に関与する可能性が示唆されました。シェンらの1997年の研究では、2型変異がアジア人におけるアルコール依存症に対して強い保護効果を示すことが明らかになりました。エデンバーグらの2004年の研究では、変異がアルコール依存症と脳波振動との関連に影響を与えることが示されました。デュバルらの2014年の研究では、黒糖タンパクが認知機能を向上させる可能性が示唆され、新たな治療しるべとして注目されています。この文章は、神経精神医学の教科書や研究論文のデータベースから抽出された断片をつなぎ合わせたものです。同じ項目が何度も登場したり、タグがついていたりするのは、デジタルの知識システムや人工知能の検索パイプラインからデータを抽出した際に発生した誤りや索引の痕跡が残っているためだと考えられます。アルツハイマー病の遺伝子分野では、エプシロンアレルという遺伝子変異が、後期に発症するタイプのアルツハイマー病と最も強く結びついていることが、様々な研究で再現され確認されています。次に、アミロイド前駆体タンパク質という遺伝子は、早期に発症する家族性アルツハイマー病と関係があることが分かっています。ただし、この遺伝子の変異が原因となるケースは、アルツハイマー病全体のごく一部しか占めていません。染色体の家族性アルツハイマー病領域には、病気の原因となる遺伝子の場所が複数含まれていることも分かっています。ただし、遺伝子のある種の変異とアルツハイマー病の結びつきについては、研究によって再現できなかったものもあり、まだ確定していない部分も残されています。このほか、遺伝子がアルツハイマー病と関係すると報告されているものもあり、クラークとゴートが発表した論文でも詳しく解説されています。脳の血管供給について見ていきましょう。首の頸動脈は、脳の前方にある前大脳動脈と中大脳動脈に血液を送ります。一方、椎骨脳底動脈や後大脳動脈は、脳幹、小脳、視床、後頭葉、側頭葉の内側部分に血液を供給しています。この血管の輪のような構造は、トーマス・ウィリスという学者が初めて詳しく記述しました。近年の研究では、深層学習という人工知能技術を使って脳の年齢を推定する試みが行われています。インさんたちの研究では、脳の構造を解釈できる深層学習モデルを使って脳年齢を推定する方法が開発されました。この推定された脳年齢は、特定の認知機能低下と相関していることが分かっています。今後この技術が進めば、症状が現れる前から脳の老化や神経細胞の退化を調べる目印として使える可能性があります。
アルコール依存症と遺伝子の関係を調べる大規模な研究では、東アジアの人に多く見られる変異がアルコール依存症になりにくい効果を持つことが明らかになっています。これらの変異は、アルコールを分解する酵素を作る遺伝子の違いで、精神医学の遺伝子研究において数少ない確実な遺伝要因の一つです。お酒と免疫系の関係についても研究が進んでいます。アルコールは、生まれつき持っている免疫も、感染などを通して後から身につける免疫も両方弱めてしまうことが分かっています。特に、免疫細胞同士が情報をやり取りするサイトカインの働きが乱れると、初期の免疫反応がうまく機能しなくなります。また、ビオチンとアビジンという組み合わせを使った増幅システムにより、ウイルスや細菌のタンパク質、あるいはそれを攻撃する抗体を高感度で検出できるようになっています。この分野の歴史背景も重要です。アラン・ホブソンは、初期のうつ病の科学的仕組みを米国マサチューセッツ州の病院で研究し、世界的に評価されました。精神医学の研修史を見ると、患者の様子をじっくり観察し、仲間と議論する教育が長らく続いてきました。他にも、血液が体中を循環していることを発見したウィリアム・ハーベイ、人間の心の意義を提唱したレストン・ヘイブンズ、子供の精神医学を切り開いたウィリアム・ヒーリーといった人物がこの分野の発展に関わっています。研究リソースとしては、アルツハイマー病のバイオマーカー探索に重要なプロジェクトがあります。このプロジェクトは、病気の初期段階の目印を見つけるための貴重なデータを提供しています。また、医療研究品質庁が臨床指針作成時に参照されることもあります。私たちの体の中では、目に見えないほど複雑な仕組みが常に動いています。まず、免疫システムについてお話ししましょう。免疫には、B 細胞という重要な細胞が存在し、B 細胞受容体を使って外敵を見つけ、抗体を作ってウイルスや細菌を無力化します。血液型、つまり A 型、B 型、O 型の抗原もこの仕組みに深く関わっています。体には、自分自身を攻撃しないようにする免疫寛容という機能があり、形質細胞に分化して抗体を作り続けます。また、T 細胞の活性化や MHC 分子も関わり、先天的免疫と獲得免疫が協力して体を守ります。食細胞のように、異物を捕食して除去する細胞も存在します。次に、脳と心の関係を見てみましょう。脳内には、興奮を抑える主要な神経伝達物質として GABA があります。GABA は不安を和らげる重要な役割を果たし、ベンゾジアゼピン系薬はこの信号を強めて心を落ち着かせます。腸と脳はつながっており、肝硬変患者の研究では、腸から作られた GABA が認知機能に影響を与えることが示唆されています。さらに、人間関係や感情を司るホルモンについても触れましょう。オキシトシン、ドーパミン、コルチゾールといったホルモンは、幼少期の親子関わりを通じて脳の発達に大きな影響を与えます。特にオキシトシンは、出産時の子宮収縮だけでなく、人との絆を深め、信頼や協力を高める働きがあります。肌触れや身体的快感の際にも分泌されます。一方で、ネガティブな感情に関わる物質も存在します。アドレナリンは不安と深く関わり、パニック発作の抑制にベータ遮断薬が使われます。ストレスホルモンであるコルチゾールは、慢性ストレス状態でバランスが崩れます。セロトニンは気分調節に重要で、うつ病や不安障害にも深く関わっています。このように、体と心は免疫、神経、ホルモンといった要素が複雑に絡み合って成り立っています。オキシトシンはポジティブな感情や人との絆を深める働きが知られています。一方、セロトニンやコルチゾールはストレスやネガティブな気分と密接に関わっています。体の免疫システムには抗体という重要な仕組みがあります。抗体は血液中を巡り、侵入した抗原を見つけるとマスト細胞に結合します。そして再び同じ抗原と出会うと、マスト細胞は脱顆粒を起こし、ヒスタミンやロイコトリエン、プロスタグランジンなどを放出します。
これらは器官を収縮させたり炎症を引き起こしたりし、アレルギー反応や自己免疫疾患の原因となります。免疫システムが抗体や炎症物質で体を守る仕組みは、神経系が神経伝達物質やホルモンで状態や感情を調整する仕組みとよく似ています。免疫システムには過去の敵情報を記憶する機能もあります。初めて抗原に出会う一次免疫応答で、メモリー B 細胞が作られます。2度目に同じ抗原と出会うと、メモリー B 細胞のおかげで早く強く反応できます。これは脳が危険な経験を記憶し、次回同じ状況を回避する仕組みと同様です。次にグルココルチコイド受容体の話です。この受容体は、ストレスホルモンであるコルチゾールと結合し、ストレス反応の調整、免疫抑制、代謝調節など多くの重要な働きを担います。機能が乱れると慢性ストレスや自己免疫疾患、気分障害が起こります。コルチゾールとこの受容体は、神経内分泌系と免疫系をつなぐ架け橋であり、オキシトシンが社会的行動と生理状態をつなぐのと同様の役割を果たします。ここまで見てきたように、体と心は複数の重要なシステムが深く結びついて動いています。神経内分泌系のオキシトシン、セロトニン、コルチゾール、アドレナリンといった化学物質、免疫系の抗体やマスト細胞、サイトカイン、そして行動や心理面の愛着や信頼、不安といった要素は互いに影響し合っています。これは健康や行動を全体として捉えるべきだという全体的視点を示しています。もしご希望なら、この内容を勉強ガイドやフラッシュカード、コンセプトマップに整理するお手伝いもできます。